はい、どうも皆さん、こんにちは。ひでチャンネルです。今回は、絵が上手くなりたい人に必ずやってほしい練習方法ということでお話ししていきたいと思います。質問箱にこんな質問をいただきました。人体を描くとき、練習としてトレスを描くか、模写するか、どちらがおすすめですか？また、それ以外の方法があったら教えてください。ということで、今回はこちらの質問にお答えしていきたいと思います。結論から言うと、人物を描くことも含めて絵が上手くなるにはデッサン、特に石膏デッサンがおすすめということになります。この動画を見てくれている人の中には、もっと絵が上手くなりたいけど、一体何をしたらいいのかわかりませんといったお悩みを抱えている人や、毎日一生懸命絵を描いているけど上手くなっている気がしません。自分がやっている絵の練習方法が合っているか不安です。といった感じで悩んでいる人も多いのではないでしょうか。そこで今回は画力アップのためには何を描けばいいのかについてと、模写やトレスは画力アップに効果があるのか、その理由についても詳しく解説していきたいと思います。いただいた質問は人体を描くときの練習方法なんですけど、いろいろなものが描けるようになるための基本的な画力を上げる練習方法ということでお答えさせていただければと思います。この動画を見ていただくことで画力アップのためにデッサンをおすすめする理由とデッサンを行うメリットについて、模写やトレスに関してメリット、デメリットが分かっていただけると思います。もっと絵が上手くなりたいけど、一体何をしたらいいのか分からず悩んでいる方、毎日一生懸命絵を描いているけど、自分がやっている絵の練習方法が合っているのか不安に思っている方にとっては、非常に重要な内容になってくると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。まず、絵が上手くなりたい、画力を上げたいと思っている人には、僕はデッサンをおすすめしているのですが、では、なぜ僕がデッサンをおすすめしているのか、その理由からお話ししていきたいと思います。そもそもデッサンとは何かと言いますと、デッサンとは簡単に言えば、主に線で描かれた絵全般を意味する言葉なんですよね。ただ、これだとざっくりしすぎててよくわからないと思いますので、もう少し具体的に言い換えてみると、デッサンは鉛筆や木炭でよく描き込んだ白黒の絵であり、目の前の実物を見て描く写実的に描く練習のための絵ということになります。あとは、物の本質を捉える能力という意味でも使われたりするんですよね。あの人はデッサン力があるねとか、そんな使われ方もしますよね。ここで僕が言うデッサンの意味は、目の前の実物を見て描く、写実的に描く練習のための絵ということになります。じゃあ目の前の実物なら何を描いてもいいのかって話になると思うんですけど、僕がおすすめするのは石膏像と言われるギリシャ、ローマ時代の有名な彫刻を複製したものを描く、いわゆる石膏デッサンということになります。石膏デッサンの必要性ですが、ここ数年で絵の世界もデジタルが主流となりつつあるため、専門学校などではデジタルスキルの授業を大切にする代わりに、石膏デッサンの授業をカリキュラムから省いてしまう学校も増えているようです。就職に直結する授業かどうか検討したときに、アニメーターやイラストレーターに石膏をデッサンして学ぶことが果たして必要なのだろうか、と考える学校が増えているそうなんですよね。それでも僕は石膏デッサンを一度は経験しておいてほしいと考えています。では、なぜ僕が石膏デッサンをおすすめするのか、その理由をお話ししていきたいと思います。まず、画力を上げる練習としてデッサンをおすすめする一番の理由は、立体と空間を観察する能力が身につくからです。デッサンで描く対象物を紙の上に正確に再現するには、まずよく観察するという行為が非常に重要になってきます。絵は観察が8割なんて言われるくらい、物をよく見るということは画力に直結する大切な行為なのですが、絵があまり上手くない初心者の方の中には、この観察するという行為がしっかりできていないことが原因の場合が多い気がしています。例えば、この人を描こうと思った場合、幼稚園児や絵心のない人にとっては、髪の毛があって、輪郭があって、目と鼻と口があって、体があって、腕があるくらいにしか考えていないかもしれませんが、絵が上手い人がこの人を描こうと思った場合、まず頭の比率はどれぐらいで、顔の傾きはこれくらい、
髪の生え際はここで、目の位置は顔全体のこれくらいで、目と目の間隔はこれくらい空いていて、耳はこの辺についていて、といった具合に観察するポイントが無数に挙げられると思います。そもそも画力とは技術的な面だけで言えば、対象物を観察してそれを頭の中に一時的に記憶し、紙の上に正確に再現する能力のことを指しますが、最初のステップの観察ができていなければ、正確に再現するということは絶対にできませんよね。画力が高いイコール絵が上手いというわけではありませんが、上手い絵を描くための第一歩として画力を高めたいなら観察力は欠かせないものとなるんですよね。デッサンは対象物を紙の上に正確に再現する行為なので、一つの絵を完成させるのに何時間もかかることは珍しくありません。デッサンを通じて一つのものに対してじっくりと向き合う時間を作ることで、細かいところまで観察するという能力を高めることができるんですよね。また、実際にあるものを描くには、対象物の立体感やそのものがある空間を捉えて、どうやったら紙の上に再現できるかを考える必要があります。ですので、デッサンを行うことで、絵の立体感や空間を描く能力も同時に養うことができるんですよね。実物のデッサンをしっかりやってきた人と、二次元の写真や絵でしか絵の練習をしてこなかった人では、絵の立体感や存在感が大きく違ってくると思います。ここで、なんでデッサンの対象物は石膏像がいいのかという疑問が湧いてくると思うんですけど、石膏像は白いので光による陰影の変化がわかりやすくて、形態の起伏を観察するのに適しているからなんですよね。石膏像は立体が作り出す陰影の理屈を知るのに非常に有効なモチーフだと思います。そして石膏像の多くはギリシャ・ローマ時代の理想美、秩序美を追求した有名な彫刻を複製しているので、石膏像の金星の取れた形態の美しさをデッサンを通じて学ぶことができるんです。もう一つ、石膏デッサンをおすすめする理由はその背景にあります。石膏像をデッサンし、写実表現を鍛錬する行為は、実は16世紀以降のヨーロッパ各国で相次いで設立された王立の美術アカデミーを舞台に始まっていますので、昔から画力向上のためには効果的な練習だったことがわかります。また、現在でも美大、芸大入試試験では石膏デッサンを行うところが多くあり、その人の基礎画力の基準とされていますし、昔から美術を学ぶ人はデッサンを何度も練習しているという事実があるので、やはり絵が上手くなりたいという人には石膏デッサンがおすすめなんですよね。とはいえ、石膏デッサンなんてそんなに気軽に始められないんじゃないの？石膏デッサンをやってみたいけど石膏像なんて買えないよという声もあると思います。そこでおすすめなのが絵画教室です。大きめの街ならだいたい一つくらいは絵画教室があると思いますし、絵画教室にはだいたいいくつかの石膏像が置いてあると思います。もちろん石膏像のない教室もありますので、事前に問い合わせるもしくは見学させてもらうのが良いと思いますが、絵画教室に通うことで石膏デッサンをできるだけではなく、講師の方に自分の絵を見てもらえるという利点もあります。絵を人に見てもらうことで自分では気がつけない絵の崩れや表現方法を指導してもらうことができますし、教室に通っている他の人のデッサンを見ることで勉強になることもありますので、絵画教室に通うことは絵が上手くなりたいと思っている人にとっては非常に有効な手段だと思います。また、石膏像がない場合でも日常的なモチーフ、例えばコップや果物、積み重ねた本なんかをデッサンすることも非常に有効だと思いますので、近所に絵画教室がない方、近くの絵画教室に石膏像がない方でも最低限紙と鉛筆さえあればデッサンはすぐに始められると思います。デッサンのやり方については説明しだすとすごく長くなってしまうので、この動画では割愛しますが、デッサンのやり方に関するおすすめの本のリンクを概要欄に貼っておきますので、もし興味がある方は下の概要欄からチェックしてみてください。ということで今回は絵が上手くなりたい人に練習として石膏デッサンをおすすめする理由について詳しくお話ししてきましたがいかがでしたでしょうか？次回の動画では絵の練習によく挙げられる模写とトレスのメリットデメリットについて詳しく掘り下げてお話をしていきたいと思います。ここで重要なお知らせ。
定期的にやっているお絵かきライブ配信では、こんな感じで一度にもっとたくさんのキャラクターを描いていますので、よかったらチャンネル登録をしてライブ配信もチェックしてみてください。また、ライブ配信で描いた絵は下書きと線画をセットにしてブースにて販売しております。ライブ配信で描いた絵をもっとじっくり見たい方はもちろん、ポーズの参考、模写の題材として使いたい人にもおすすめとなっています。早期購入特典としてクリップスタジオ形式のデータもダウンロードできちゃいますので、興味がある方は概要欄のリンクからお早めにどうぞ。あとはオンラインサロンでも絵の講習会をやっていますので、もっと絵が上手くなりたい方、お絵かき仲間が欲しい方はサロンの方もぜひご利用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。